あー。はい、でかいよ。おー、でかいよ。はい、耐える、耐える。ここで耐える。耐える。決して無理してません、これ。こんなに曲がっちゃうんです。これ、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 ほい、来たー。外したー。ほい、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 来た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 。はい、来たー。よっしゃー。はい、入りましたー。こんにちは。リバーピックフィールドスタッフの小次郎です。今回はリバーピックの新しい天から竿、水の間について説明させていただきます。今回私がデザインさせていただいて、こだわったところ、それがよく曲がる。とてもよく曲がります。この竿、ここから、大きい魚をかけると、こうグリップしてるとですね、もうここから曲がってる、そんなイメージですね。はい、この1番、バット部もとてもよく曲がる。そのように、デザインさせていただきました。で、もう一つがこのグリップ形状ですね。これ見えるかな。グリップ形状。このグリップの形がですね、こう、過去におそらくこんな形はないんじゃないかな、みたいな、そんなグリップをしてます。これもちょっと後ほど詳しく説明させていただきます。はい、では、釣り竿に限らずですね、釣り道具、道具全般ですけど、道具ってなぜ必要かっていうと、仕事をしてもらえるから道具っていうのは必要なわけです。釣り竿も十分その仕事というものをしてもらうためにあるものなので、じゃあ、釣り竿ってどのような仕事をしてくれるかというと、まず飛ばしやすい、キャストをしやすい。で、次は、フッキングしやすい、かけやすい。で、次は流しやすい。で、次は魚をかけてからいなしやすい。で、最後は、取り込みを、しやすい、寄せやすいということですね。この5つが、竿の仕事だと思っています。で、この水の間というのは、とても、どこが特化しているかというと、いなしやすいというところなんですよ。それのために、このバットからよく曲がるということが、いなしやすさにすごく重要な仕事をします。竿に仕事をしてもらうためには、このバットをうまく使って、いなすというところ、それを最大限に引き伸ばしてくれる、そういう竿になっております。で、私の場合、ちょっと本流というか、ちょっと大きい河川が多いですね。あとは本流筋も結構入るんですけど、そういったところで絶対的に必要なのが誘い釣りなんですよ。で、私はほぼ誘い釣りしかしません。98% ぐらい誘い釣りしかしません。そういった時に、この柔らかさっていうのはすごくこう誘いに、重要であり必要なものになってきます。誘いをこうキャストをバッとしてから、誘いをギュンギュンとかけた時にですね、竿がよくこう上でしなってくれるわけですね。で、このしなり分、毛針がこう動いてくれる。その時に、当然竿っていうのはみんな柔らかいもんですから、竿先でこう動かせば竿先がギュッとしなって動きますけど、ですね、止まってる時間が長ければ長いほど魚は見切ります。なので止まってる時間をとにかく少なくさせたい。だけど、ずっと動かすものっていうのは違和感を感じて魚は追いかけてこないんです。ちょっと動いて、ちょっと止まって、ちょっと動いて、ちょっと止まる。それちょっと止まるときに、ピタッと止まってしまうことは、その瞬間に魚がぐーっと追っかけてきてても、ピタッと止まった時に、ちょっとそっぽ向くんですね。それが、ピタッと止まらず、ぬのっと動いたまんまの状態で、こう、ミョン、パッパッパッっていうよりも、ニョン、ニョン、ニョンって動いてくれる、そういう動きの方が、魚は食いつきが良くなります。で、それを、この柔らかさ、竿の柔らかさで演出しやすくなる、そういう、竿になっております。この柔らかさを利用して、誘いも、すごく滑らかになり、ぬめっとしたような動きができることによって、釣果へつながる、そういう竿に仕上がっております。はい。では、この水の間の、がよく曲がらなければいけない理由について、その利点について、説明します。はい。では、この水の間の、がよく曲がらなければいけない理由について、その利点について、説明します。ここから曲がる、要は竿全体で曲がることによって、ハリスへの負担を軽減できます。
大きい魚をバーンかけた時に、先調子の竿とかですと、先の方でこう仕事をしてくれますね。ある程度、尺ぐらいの大きさ、もしくはもうちょっとぐらいでしたら、それでも十分いなすことはできるんですけど、ですね、それ以上の魚、もしくはすごい勢いで走られると、やっぱりね、そこから竿が仕事をね、竿の仕事をオーバーしてしまいますね。そうするとやっぱハリスが切れたり、もしくは竿の角度が悪いと竿が折れたりすることがあります。ただこの水の間ですけど、ここから思いっきり曲がってくれます。そうすることによって竿がすごく仕事をするんですね。竿が仕事をするってことは、ハリスへの負担がとっても軽減されます。かなり竿がこう吸収してくれる、魚のそのパワーを竿が吸収してくれる。そういう竿になっています。なので、ハリスを細くすることができる。で、ハリスを細くすることができるということは、ですね、魚の、口を使わせられる確率がすごく高くなるということになりますね。細いハリスの方がやっぱり魚はよく食いつくというふうに、言われてますので。そして、ですね、大きな魚に対しても、今までと同じようなハリスでも、竿が仕事してくれる分、多分皆様が思ってるハリスよりも細くしても、大きい魚は取れるようになります。で、大きい魚を取るために、長い天から竿などなどもございますけど、やっぱりね、振ってるとね、疲れてしまいますね。はい。そういった意味で、この 3.8 という長さが、でも十分大きい魚に対応できる、そういう、竿の仕事をしてもらえるような柔らかさになってます。なので、これからはこの大きい魚、特に今、冬季釣り場で大きい魚を、狙う方がとても増えてますけど、長い竿で疲れちゃったなっていうような、そういったことがなく、これぐらいの 3.8 という長さでも十分に、大きい魚が取れる、そういう、竿になっております。じゃあ次は水の間の、今回のラインナップについてご説明します。で、これは、私がいつも使っている長さ 3.8 です。3.8 ですね。これだけあれば、大体の川、大きめの川でも対応できるかと思います。とんでもない大きい川とかですと、天からやるかどうかっていう話になってしまうので、天からができる範囲であれば、もしくはそれよりもちょっと大きいなと思うような川でも、十分にできるかと思います。それこそ本流、利根川とか、犀川のような、本流のところでも 3.8 の長さがあれば、十分天からというのは勝負できる。そういう、長さだと私は思っておりますので、とりあえずこの 3.8 というのは、今、私の中で基準になっております。で、それともう一本、こっちが 3.3 を作りました。これがですね、ある程度小さな里川、源流の方行かれてもね、誤差のないような、ゴルジュなどなどですが、十二分に使える長さでございます。この 3.3、とてもバランスいいです。はい。これに前にご紹介したトリックキャスターをつけていただければもう無敵ですね。どこへでも、どこへ行かれるかと思いますので、ですね、この 3.3、こちらもとてもおすすめのバランスになっております。はい、ですね。まずこのグリップの説明をします。はい、グリップ、すごく変わった形してますね。特にここが重要になってきます。ですね、今までシェイプしてあるグリップってあったかと思うんですけど、ほんのりなんですね。ほんのりシューッとなってこれからポワンと膨らんで終わりみたいな。そういった、シェイプしてあるグリップはいろいろあったんですけど、今回はここに極端に、ですね、シェイプを極端にして、ここから膨らめてあります。これ何をしたいかというとですね、これをもう一個こっちに持ってきたかったんですね。はい。そういうことになります。これなぜかというと、天からの方よくこうやって持って、こういう風にやる方、とても多いかと思います。はい。これをですね、ここで実現できるんですよ。ストレートのグリップ、もしくはね、ほんのりのグリップだと、やっぱこれと同じ感覚で、ここで持つってことがとても難しくなります。難しいというよりも、違和感が出てくるかと思います。だけど、それを、ここでも同じようなことができます。で、例えばグーでグリップする方なんですけど、これですね、ここの膨らみが、どっかの指にこうやって引っかかるわけですよ。どっかに引っかかるんです。ここに引っかかるかもしれない。小指に引っかかるかもしれない。薬指、中指、人差し指。どっかに引っかかるんですね。はい。親指がこういうふうに引っかかる。で、握ってもこっち側もですね、うまく引っかかってくれる。これがすごく気持ちがいいですね。持ちやすい、握りやすい。
でグリップしやすいということはが入りにくい。力を入れなくてもグリップしやすいという風になります。なので、こういうグリップ形状になります。あとは持っていても全然疲れません。はい。ストレートグリップで、源流とか入るような、こういうちょっと大きめなところで長いラインを振ったりとか、ビョーンとか大きく振る場合、かなりやっぱりね、こう疲れが出てくると思うんですけど、この場合もうこういった軽くグリップするだけで、もうこの辺引っかかってますので、すごくこう、引っかかりがいいので、ストーンって抜けたりもしません。そんなグリップですね、これは。これはぜひ一度手にして見ていただきたいです。はい。とっても素晴らしくできておりますので、よろしくお願いします。はい。このグリップからこの辺をよく見ていただけるとわかります。よく曲がります。で全体的にもこれだけ曲がっているのが分かっていただけるかと思います。この竿の色ですね。すごい光り輝いてます。はい。これが、水の間の、もう一つの特徴かもしれません。とってもよく輝く派手なやつ。そういう、竿の認識していただけると、いいと思います。はい。遠くから見ても、なんだあの光り輝く天から竿は、水の間だ、みたいな感じでね、光り輝く、水の間、そういうイメージで、いただけたらと思います。見えるかな。こんなやつね。こんなやつ。いや、すぐそこにいるじゃん。すぐそこにいるよ。これ食え。そこだ、そこだ、そこだ。これ取るよ、これ。逃げやがった。でかいよ、あれ。でもなんかこの辺にうろちょろしてるから、これ、ちょっとクルージングみたいな感じしてるかな。もししてるんだったら、こうやって配り置いといて、さあ、追っかけてこい。すぐ目の前でね、ちょこちょこやってたから、追ってこいよー。この辺かな。さあ、来い。魚がもうとにかく見えない。これね、例えばドカーンと沈めて、なんだろう、この、フライフィッシングでいうニンフとか、ルースニングとか、ルースニングみたいな、そんなようなことをやっていけばね、もしかしたらなんかこう、ドカンと出るかもしれないんだけど、そういう釣りはね、フライフィッシングの方にお任せして、せっかく天から釣りをやってるんですから、こういったね、竿1本、糸1本、手針1個、これでどう誘いながら引っ張り出すかっていうのは、こういうところの点からのすごい面白いところではないのかなと思います。はい。なんか出てきそうなんだけどね、ちょっと目いっぱい遠くまでしてみて。なんかね、昔からよく雨の後、水位が上がった時なんかはチャンスだなんてよく言いますけどね、全然ピンチですね、これね。魚さん出てきて、いた。いや、いたけど追ってきてない。この子、興味持ってくんないかな。さあ、どうだ。来た。おっしゃー。はい、でかいよ。でかいよ。はい、耐える。ここで耐える。
この竿の曲がりを見てください。竿の曲がりを見てください。そうです。で、この時、これだけ、今ね、そんなに引っ張ってないので、この程度の竿の曲がり方だけど、思いっきり引っ張るともっと曲がります。ただ引っ張ると、魚暴れるので、うまくいなしていきましょう。で、この時に立ち位置と竿の角度を十分気をつけてもらえれば、魚はさほど暴れません。はい、魚を犬の散歩です。誘導してあげましょう。ちなみにハリスは08になってます。08で、取れるサイズかな。どうだろう。ちょっとね、あそこにね、うわー、抜けましたね。やっぱり無理か。毛針が抜けちゃったかな。竿の曲がり方見ていただけたらわかると思いますけど、こんな感じになってます。ねえ。どんどんね、こうやって、あれが、濁りがね、なくなればね、魚が見えればね、やっぱ魚はいるんですよね。はい、来た。おい。おい、はい、ちょっと走るかな。すごい。元気すぎる。そう。で、落ち着いたら、こっからはもう、ゆっくりと勝負ね。はい。で、決して慌てない。で、こういう時にこの、水の間がすごくいいのは、竿がこっから曲がってくれる。いや、すごくね、柔らかいので、無理なテンションをかけないでもね、大丈夫になるけど、ちょっとこの子暴れすぎ。ね。無理のテンションをかけない。なんとなく穂先を曲げるような感じで、で、もう、この胴を曲げる。最悪というか、ゴワンと逃げられたとき、この胴を曲げてあげるような、こういう曲げ方ね。こういう使い方をしてあげることで、もう、耐えてる。おい。もう。で、そういったことで、この竿が仕事をしてくれる。ということになりますね。はい。まだ、とはいえね、魚が小さくないので、まだまだちょっと時間がかかるかと思うんですけど、もう犬の散歩状態で、なるべく、最小限のテンションをかけながら、ゆっくりいなしていきます。で、魚に無理をしないで。で、無理に、水面に近づけると魚暴れて、バラす可能性も高くなるし、で、はい、魚今向こうに逃げたから、竿を、こうやってね、寝かしてあげて、なるべくテンションをこう、おー、一緒。よいしょ。足ドラグ。天からで大きいのする場合は、これがどうしても大事になってきます。はい。どうだろう、サイズ的に。45ぐらい。どうしてもこの魚と自分との距離というのがあります。で、この時に竿の角度を必ず、はい、助かった。必ずいい角度を保ってください。はい、そろそろだいぶ。はい、だいぶ寝はしてきたんだけど、もうちょっと、こうやってね、やってる時にも、
どこで取り込めばいいかとか、周りをこう見ながらね。はい。で、だいぶいい感じになってきました。で、大変なのが、竿とラインのバランス。竿とラインのバランス。というか、この、とりあえず今この曲がりですね、ここがすごく重要になってます。水の間の特徴です、これが。で、今、3.8 の竿に 5.5 のラインをつけてます。ハリスが1キロ弱、150ぐらい。そうなると、どうやったって取れないので、勝負に出るわけですよ、こうやって。で、その時、よくラインをつまみますが、私の場合は指に引っ掛ける。指に引っ掛けて、で、ピンチになれば離す。こういった感じで、これを繰り返していきます。なんかヒレがすごいいいね、この魚。そうすると、何が起きるかっていうと、竿がね、まだ指に引っかかってるだけなので、竿が仕事してくれてます。なので、突然のこの動きにも対応できてる。そういう、はい、入りました。あ、入ってない。はい、入りました。いい。ね、ちょっとお腹向いちゃってるけど。はい、しっかりね、毛虫毛針も食ってくれてるんで、ちょっとヒレがね、かわいそうだけど。ね、よかったよかった。ありがとう。どうだろうな、どれぐらいあるんだろうな。1、2、50かな。50ぐらい。で、ちなみにハリスは08です。08でも、こうやってね、頑張ればこのサイズなら取れます。もっと大きいサイズも08で全然取れますのでね。はい、よろしいかと思います。だいぶ擦れてきたな、これは。本来ね、ここで毛針をいっぱいね、使ってる方なんかはね、ここでなんかあの手この手でやるんでしょうけど、なんかこう、私はこの毛虫毛針で釣りをしたいんですよね、どっちかっていうと。これで、ほら来るだろ、これは来るだろ。ああおい、食ったー。おい。はい、この、結構大きいですね。35ぐらいあるんじゃないかな、このアマゴは。ね、これぐらいの魚でも、これだけ竿がしなるので、だいぶこう安心して取り込みできます。で、この時、一番やっちゃいけないのが、この手、グリップをよくここに手を当てる方いるんですけど、こうすると、竿の仕事、この辺からも全部竿を仕事するので、仕事を阻止します。なので、グリップで必ず勝負してください。はい。ちょっとこの魚は、ヒレがあれかな。ああ。ちょっとヒレがかわいそうな。ああ、でも、顔つきはかなり鬼っぽいですね。はい。ちょっとサイズはいいんじゃないかな、これ。ね、放流って感じだけど、がっつり食ってますね。でもね、やっぱり渋いかな。お、来た。食いつかないな。いやー、難しい。あの子はさっきから、じゃあこんな攻め方はどうだ？これ、食った外したーちくしょー。いや、あの子は釣れるはず、必ず。今良かったんだけどね。さあ、どうだ停してるね、あそこに。さあ、これはどうだ。
ここじゃないのね。よし、わかった。これでどうだ。ほい、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 来た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 。あ、来たー、よっしゃー。うん、まあそこそこサイズ尺ないぐらいかな。あ、なんかスレっぽいな、これ。あ、スレだ。ごめんなさい、スレでした。はい、入りました。うん、尺ありますね。おっきいおっきい。うん。尺ちょうどあるぐらいかな。ね。はい。